さあ行きましょう。今日はですね、ルノーのカングーに乗りまして、千葉へキャンプ行きます。キャンプ行ってうなぎ丼を作ろうと思っております。炭火でですね、うなぎを焼いてご飯炊いてうな重食います。今日ですね、このルノーのカングーっていう車に乗ってキャンプ場向かってるんですけど、僕本当にね、もう乗り物大好きで、もうバイクも車も大好きなんですけど、そんな中ですね、キャンプやるんで、このカングーという車がおしゃれでも荷物もすごい積めるんで、これキャンプにぴったりなんじゃないかなと思って前からね、気にはなってたんですよ。いつか乗りたいなと思ってたところ、たまたまルノーの方からプロモーションしませんかというお話が来まして、じゃあぜひぜひということでやらせてもらって今運転をしておりますけれども、これね、ちょうど今40分ぐらいかな、東京から千葉に向かって走ってるんですけど、下道から高速乗って来てるんですけど、とりあえず今走ってての感想、とにかく楽な車だなっていう風なイメージですね。っていうのは、居住空間、これめちゃくちゃ広いんですよ。これカングーの特徴的なこのおしゃれなデザインね、前からぐわってこう上がってきてるこのデザインのおかげで、このね、屋根が高いからすごい開放感あるんですよね。普通の車って大体屋根触るとこんなもんやと思うんですよ、運転してて。このぐらい。それがカングーはもうここまでがっつり手伸ばせるんですよね。だからすごい広くって、で屋根が高くて広い分フロントガラスも大きいで、サイドのこのガラスも大きいということで、視界がめちゃくちゃいいんですね。視界が良くて居住性高いから乗ってて気持ちがすごい楽。これね、とても大事なことやと思うんです。で、こう視界が開けてるとやっぱね、例えば都内なんかでも渋滞に捕まりましたってなっても、視界開けてることによって精神的にね、あんまりこう閉塞感がないからきつくないんですよ。ちょっと楽なんですよね。その辺もあって乗っててとにかく楽で楽しいし、室内こう開放感あって広いから会話とかもね、なんか盛り上がりそうな感じがしますね。でパワー、これガソリン車とディーゼル車選べるんですけど、ガソリン車が 1.3 リッター、ディーゼルが 1.5 リッターということで、これ 1.3 リッターかな、ほんまにっていうぐらい全然走りに関してもストレスないですね。全くない。もちろんね、多分カングーに乗る人ってそんなにビュンビュン飛ばす人とかあんまいないと思うんですよ。一般的な運転する人やと思うんで、僕ももちろんそうなんですけど、一般的な運転で乗ってる分には全くストレスないですね。でトランスミッションが電子制御の7速オートマということで、料金は800円です。料金800円です。今あれです、アクアライン通過しました。そう、ほんでフランス車ね、ちょっと僕昔フランス車乗ってたことがあったんですけど、その昔のイメージだと割とおしゃれでかっこいいんですけど、トランスミッションとかが割とこう変速の時にギクシャクするなとか、そういうイメージがあったんですけど、今のこのルノーのカングー全然スムーズで、サスペンションもこれはもうさすがフランス車らしくですね、とてもしなやかです。これがですね、フランス車ってもともとね、猫足なんていう風に言われるんですよ。猫の足のようにしなやかに路面のショックを吸収するよなんていう言われ方をするんですけど、っていうのはこれがですね、パリの市街地がですね、割と石畳が多くてデコボコした道が多いんですよね。その石畳のデコボコした道をうまく吸収してしなやかに気持ちよく走れるようにっていう風に作られているので、フランス車は猫足って呼ばれてしなやかなサスペンションを持っているっていう風に昔からよく言われるんですけど、すごくね、足回りしなやかです。今の車ね、もう全体的にもう足回りのサスペンションのレベルも上がってるんで、割とね、フランス車だけが突出してしなやかかねって思ってましたけど、これしなやかですね。僕割と普通の日常的に運転するときはやっぱ足回りちょっと柔らかめの方が僕好きなので、特に好みの足回りです。でだからこの可愛くておしゃれなデザインで、室内空間広くて快適、視界がいい、
ほんで足回りのこのしなやかな感じっていうのが全部相まってなんか楽で楽しい車っていうこのカングーの世界観がすごくね出来上がってるんですよね。で僕を含めたキャンプをする人とかにとって一番重要な荷物がどれだけ積めるかっていうことなんですけど、さすがカングー荷物積める量これが多いのはもちろんなんですけど、僕が一番いいなって思ったのは積み下ろしが楽。このねリアが観音開きになるんですよ。だから積み下ろしが楽っていうあたりはですね、キャンプ場着いてからちょっと喋ろうと思って、すいません、なんか車が好きなんですごいテンションが上がってすごいベラベラ喋ってますけれども、ちょっと積み下ろしの辺なんかはちょっとキャンプ場着いてから喋りますんで、とりあえずスーパー行ってうなぎを買います。さて千葉県君津市のキャンプ場に到着しました。もうこの日はもう本当に天気が良くてね、春のうららかな日で、桜がちょうど咲く直前っていうかもう咲き始めぐらいの感じですごく綺麗でしたね。でキャンプ場の猫がやってきてくれました。ではですね、荷物を下ろしていきましょう。観音開きでこう開くんです。まずこれ便利ですよね。プラスこれこう開くだけじゃなくてここまで行きます。これ珍しいですよね。ここまで開くんですよ。今回みたいなソロのデイキャンプ、ぐらいだと乗ってますね。猫も乗れます。ここの高さがあんまないから荷物を持ち上げなくていいんですよね。ちょっと持ち上げたらスッと乗っけれるから、この辺もねすごく使い勝手がいいんですよ。このように猫も非常に乗りやすいよね。で今回みたいなソロのデイキャンプで行くと正直こんなに荷物持ってこなくてもいいんですけど、どのぐらい入るかなと思って結構ねいつも 2,3 人とか4人ぐらいで持っていく量の荷物持ってきました。で一応ね今日はデイキャンプなんで泊まりませんけども、寝袋もバンって持ってきて、こんなんも楽々入るし、まだスペースも十分余ってるし、この上この上にねこういう板置けるんですよ。がっつり向こう入りましたね。板置けるんですけど、その板も耐荷重50キロなんで、この上にまた板をかましてもう一個また荷物詰めるんで、猫くつろいでますね。日向ぼっこしやすい感じなんやな。はい、では荷物出していきます。本当は荷物も出しやすいんですよ。これねすごいいいですよね。はい、一応全部ね出しまして、今回こんなたくさんのね道具は使わないんですけど一応出しました。でテーブル展開して、今回はメラタワー使うんですけど2段でね、今回は2段で使おうと思います。下に巻き置いて上に炭で、ご飯を炊くのはこれうな重作るんで、ご飯を炊くのはこのアルコールバーナーでご飯は炊いていこうと思います。アルコール入れて、でこの着火剤入れましてですね、私はもう着火剤ガンガン使うタイプなので着火剤に火をつけて、で薪入れます。ちょっとうなぎをね炭火で焼くんで、炭火の準備をしていきます。薪と一緒にね炭火を放り込んどくといい感じにね炭にも火がつく。でうなぎは上の方のここをうなぎ焼きゾーンとします。これ下のここに開いてる穴からこれ今火吹き出してますけど、こっからね炭に火がつくんで、ビールいきますわ。行ってくださいよ、ね、今回はデイキャンプなのでノンアルビールで一発いきます。いただきます。これはねうまそうですよね、非常にね。ノンアルでもねしっかり泡かけようと思ったらかけれるんでね。いやだ綺麗、ビューティフルカット。お米をね浸水しておきましょう。
水入れてきます。はい、これ水浸水させるっていうね、これも絶対これやった方がいいです。キャンプでお米炊く時には15分の浸水。そしてこれ浸水待ちでね、ちょっとこの荷台でこれ憧れのやつね、これやってみましたよ。で中にもすっぽり入れるし、これはちょっとと思って、このテーブルというか台ね、台というかボックス、あそこテーブル的な感じにしてみました。便利ですね、気持ちいいです。さあ浸水できましたんで、お米炊いていきます。アルコールバーナーで、約15分ぐらいですかね。タイマーセットしました。はい、湯気出てます。待ちます。花咲いてます。いいですね。うなぎ焼きますか。行きましょう。うわでけえ。あ、やばいやばい。うわ、やばい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 。香ばしい。あ、ちょっと剥がれた。でも OK。 うわー、ちょっと剥がれたぞ。ちょっと剥がれたけど、うわ、その剥がれた部分欲しいな。はい、うなぎ丼完成です。神々しいですね。なんなんやろね、うなぎ丼って。なんかこの神々しさ、特別感。これうなぎ1匹、そんなね、お肉のステーキ肉買うのとそんな変わらへんやけど、やっぱこの特別感あるよね、うなぎ丼ってね。魔漢光殺法出そうな。これうまいよ。これ見ててもすごい腹減ってくる。皆さんもおそらく腹が減ってきてるんでしょう、これ。パクッとね。でこのうなぎは基本的にはスーパーでは電子レンジで温める用のうなぎとして売ってたんですけど、まあね、これ炭火で焼くとね、またこの香ばしさがプラスされてね、非常に美味しくなるかと思います。電子レンジは電子レンジでふっくら仕上がってね、いいかもわかんないですけどね。はい、ちょっとこの日眩しかったのでサングラスを装着しております。サングラスを装着してうなぎ丼をパクつく。はい、ではご飯食べたんで片付けしていきます。片付けもね、割としやすいですよね。というわけでルノーカングーでの楽しいデイキャンプでした。ありがとうございました。